こんばんは。夜の心療内科へようこそ。前回からストレスチェックの方をさせていただいておりますが、あれからどうですか？あムカつく上司の人形を毎日握りつぶしてる。いいですね。で、実際ストレスの方はどうです？だいぶ、以前に比べて緩和された感じはあるけど、またちょっと辛くなってきちゃった。わかりました。まだ一回診察しただけなので、本日はさらにちょっと踏み込んだ問診の方をさせていただいて、でその結果からまた処置の方を考えていきますね。本日もお時間少しかかりますが大丈夫ですか？わかりました。ではちょっと問診の準備の方に入っていきますね。はい、失礼します。前回同様ゆったりとした、リラックスした気持ちで、答えたくないことなどは答えなくても大丈夫なので、はい、お願いしますね。ではですね、また私の方からいくつか質問をさせていただきますので、はい、お答えできる範囲で答えてください。はい。体楽にして、ゆったりと、もうほぼほぼ寝そべっているような状態で大丈夫ですよ。では行きますね。最近休んでも疲れが取れない。はい。職場でちゃんとしなきゃっていうふうに思ってしまう。はい。迷惑かけないように自分のことを後回しにしてしまう癖がある。自分はもっと頑張れるはずと思ってしまう。何もしないことに罪悪感を感じてしまう。ありますか？はい。職場でも、友人関係でも何でもいいんですけれども、人に嫌われないように気を使いすぎてしまうと感じることはありますか？わかりました。あとは、周囲の方からしっかりしてる人と思われる、または言われることありますか？わかりました。そうですね。続いて、ついつい大丈夫と言ってしまうことはありますか？はい。
人と比べて自分を責めてしまったりすることはありますか？はい。はい、そうなんですね。はい。自分なんてみたいなことを考えてしまう夜はありますか？はい。ゆっくりで大丈夫ですよ。ちゃんとしなきゃとか、役に立たなきゃと思ってしまうことが結構ありますか？はい。うん、なるほど。結構甘えたりするのが苦手ですか？はい。うん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 。自分の嫌な部分とか、そういうところばっかりが目についてしまうことってありますか？ああ、なるほど。結構そう思っちゃうんですね。自分の今の現状とか、将来に対してとか、このままでいいのかなとか、このままで大丈夫なのかなとか、不安になったりすることってありますか？うん。ああ、毎日どこかしらでそう考えちゃう。わかりました。うん。長い問診お疲れ様でした。大丈夫ですか？早速なんですけれども、今回答いただいた、問診の方の結果をですね、ちょっと私の方から一つずつお答えさせていただこうかなと思います。目を閉じてリラックスして聞いてくださっても構いませんよ。まず一つ目なんですけれども、休んでも疲れが取れないっていう部分ですね。で、これはですね、疲れが取れないっていうところにフォーカスするよりも、そもそも休んでも取れないような疲れがまず溜まってしまっているっていうことをちょっと考えてみてほしいんですね。もうそれぐらい、あなたの中でストレスだったり疲労感だったり、いろいろな感情がですね蓄積されて、結局それが睡眠に影響してしっかり休めない場合もあるでしょうし、休んでるつもりでもね、そういう疲れですとか、いろんな感情の部分っていうのがなかなかすっきりしないっていう現状、そもそもこれがですねちょっとおかしいですよね。うん。それはもう頑張りすぎ。はい。で、続いて、職場でちゃんとしなきゃと思ってしまう。こちらもはいとお答えいただいたんですけれども、1問目のところにやはり通じるんですけれども、もうそもそもやはり人間って
ちゃんとしなきゃとか気が張っているだけでもう本当に心が消耗していくというか、すり減っていってしまうんですよね。なのでとにかくちゃんとしなきゃと思ってもちゃんとできるかっていうとなかなかそうもいかないので、その心意気というかね、それはとても立派なんですけれども、ちゃんとしなきゃと思えば思うほど結局は心と体がすり減ってしまうので、結果的にね、長い目で見ると、結局はもう先にね、体に異常が出て頑張りきれないで終わってしまうっていう結果にやはりなってしまうので、ここもちょっとそれを思いすぎるのやめてみてほしいなと思います。とはいえね、なかなかわかりますよ。あとは次ですね、迷惑をかけないように自分のことを後回しにしてしまう、こちらの方もね、はいとお答えいただいたんですけれども、これはね、紛れもなくあなたが優しい人だっていう証拠を、なかなか今のご時世というか、自分のことしかね考えられないような人たちも多い中で、このような思考ができるっていうのは、本当に優しいからこそ。でもね、これ本当にだからといってこれがなかなかこの自分のことをやっぱ後回しにしてしまって、その結果、ストレスになってね溜まってしまったらやっぱりちょっともったいない。いい意味でずうずうしくなることも大事ですね。だからね、自分はこれだけ頑張ってるから今日ぐらい誰かにちょっとここの部分お願いしようとか、ちょっとね、自分を甘やかせる瞬間があるといいですね。続いてもっと自分は頑張れるはずと思ってしまう。もうこの場合はあなたが、頑張りすぎちゃっていて、すでにもう頑張れていることに気づいていない可能性が非常に高い。そもそも頑張ってない人がもっと自分は頑張れるはずだなんて思わないですからね。常に自分に対して何かこの不足感だったりそういうものを感じているっていうのは、常に向上したいという思いがやはりあるからで、その結果実際はもうすでにかなり頑張れてることがね多いんですよ。気づいていないだけ。あなたが思っているほど周りはあなたのことを頑張っていないとは思っていないです。大丈夫ですよ。これもですね、同じような感じなんですが、何もしないことに罪悪感を感じてしまう。そうですね。よくあるのが、すごい激務をねこなしていて、
急に休みが入ると何をしたらいいかわからないとか、仕事をしていないことにそわそわしてしまうみたいな、患者さん結構ねいらっしゃる。で私もその気持ちすごいわかるんですけども、本当にそもそもですね、ちょっとその休むっていうことを怠けているっていうふうに思うことをやめてみませんかね。休むっていうのは怠けているわけではなくって、またより良いあなたになるために回復する時間だと思ってほしいんですね。よく筋トレでも言うじゃないですか。こう筋トレしてね、筋肉に刺激を与えて、でこの筋肉のね、この細胞の破壊が始まって、これから筋力がアップする、その証拠として、筋肉痛などが起きる。でもそこにさらにもっと頑張らなきゃいけないと思って追い込んでまた筋トレを重ねても、やはり筋肉を育てるには十分な酸素と十分な栄養と十分な休息が必要なわけですよね。それと同じで、あなたがより良いあなたに、また新しい気持ちで一日を始めるように、あなたにもしっかりと回復の期間が必要です。これはもう覚えておいてください。ここまで大丈夫そうですか？もうね、片耳から片耳へ聞き流すような感じで聞いててもらって大丈夫ですよ。では次に、人に嫌われないように気を使いすぎてしまう。これも結構感じているんですかね。でこれもですね、やっぱりちゃんとしなきゃって思うことと一緒で、ずっと周囲に合わせたりするっていうのは本当にまたね疲れるんですね、心が。なのでとにかくご自身の人生ですから、人のために生きているわけではないので、そこをねもうちょっとだけ自分のためにちょっとずうずうしいまでに、この周囲に合わせるのではなく、かといって周囲をね自分に合わせすぎるのももちろん良くないんですけれども、ちょうどその中間の半々ぐらいで、時には人の助けもね借りながら、一番最悪なのは、何が何でも自分にね傲慢に合わせさせすぎる。これは最悪ですよね。でも本当は助けてほしいのに素直に助けてと言えなかったりですとか、あとはもう明らかに大丈夫そうじゃないのについつい大丈夫って言ってしまう人を見ていたりすると、逆にね周囲の人からするとやってあげたい気持ちがねすごくあっても、手を出してしまったらかえって、あなたにとって迷惑になるんじゃないかなっていう風に気を使っている方っていうのもね実際いると思います。
本当はこう SOS をちゃんと出してほしいと思ってる、周りにねそういう方ってね絶対いると思うので、日頃からね傲慢な人は誰も助けたいと思いませんけど、これまでねあなたが自分のこと後回しにしてまで周りにやってきた分、周りの人もあなたからのこう SOS をね待ってたりすることってね案外あるんですよ。ぜひねここはね声を上げていただきたいなと思います。で次もね通じる部分がありますけれども、周りからしっかりしてる人と、思われる、または言われたことがある、もうこれはねあなたが、その分周りに対して弱音を吐いてこれなかったっていうところですよね。これって結構ほんと性格的な部分だったり、そうなんかこう自分はなんか人に弱音を吐くのがそもそも嫌いっていうね気持ちがある方もいますよね。すぐこう辛いとかなんか死にたいとかって言っちゃうよりもこう我慢しちゃうというか、あんまそういうことを人にねこう言いたくないなみたいな、そういう方ももちろんいるんですけれども、でもやっぱり少しね肩の力を抜いて弱い部分を見せるっていうことも人との信頼関係であったりとか、人間関係を育んでいく上でかなり重要な要素、さっきのね気を使いすぎてしまうっていうのももちろんそうなんですけれども、できないことは正直にできない、わからないことは正直にわからないというその潔さもね人からしたら結構この方って信頼できる方だなとか、こんな風にちゃんとわからないことをはっきりと言えるっていうことってすごいなとか、そう思われたりもねするんですよ結構。ねえ、なので次の質問も同じ感じなんですけれども、大丈夫とつい言ってしまう。これね結局あなたの今の状況を聞くと全然大丈夫じゃないんですよね。このね大丈夫の裏側にはこうちゃんとストレスであったり疲れであったりそういったものがしっかりと溜まってしまっている、そういう状況です。あとは人と比べて自分を責めてしまう、そうですね。逆を返せば人と比べるほど、それだけあなたは真面目な方っていう風にも取れますよね。で結局この次の質問と同じですけれども、自分なんてって考えちゃう時がある。そもそもねこれが本当にこう真面目だからこそそういう風に思ってしまうし、でまた疲れている時ほどどうしても人間ってねネガティブな考えしか出てこないんですよ。
まあ何でもそうですけど、調子が悪かったり、ずっとメンテナンスされていないおもちゃとか機械って当然パフォーマンス力落ちますよね。人間も本当にそうで、メンテナンスせず疲れとかが蓄積された状態で、じゃあ逆に果たしていい結果が出せるのかって言ったら、やっぱりね、出せないんですよ。どこかでガタつきが出てしまったり、もう最悪ね、もう倒れてしまったり、そっちの方がね、よっぽど周囲にね、迷惑をかけてしまう結果になったり、極端な話ですけどね、そのようになってしまうので、とにかくネガティブな思考っていうのは疲れから来ている。睡眠不足が重なると、それだけでもう前向きなね、考えができなかったりっていうのは、これはもう人間のこの心理的にですね、当然のことですね。で、続いてですね、ちゃんとしなきゃとか役に立たなきゃと思ってしまう。まあそれはある意味ちゃんとしてる自分をやはり周囲にきちんと見せなきゃいけないっていう、自分のこの存在の、アピールだったりするわけなんですけれども、そもそもですね、人の存在っていうのは役に立つかどうかで決まるものではないですね。もっともっと重要な部分で人から信頼をされたり、あなたの何の包み隠さず素のまま、そういった部分の人柄がとても変われたり、信頼されたり、頼りにされたり、結構ね、そういう部分の方が重要で、何かただ頭がいいとか、容量がいいとか、立ち回りがうまい、そういう方ももちろんそれがその人の個性として生きてくる場合もありますけど、ただそれだけの人になってしまうのも、非常にね、もったいない。役に立つとか立ってないとか、そういうことをね、客観的に見て人からどう思われてるんだろうと気にして感じるよりも、正直に難しいことは難しい、できないことはできない、それをもうちょっと前もって言って、だからこの部分を手伝ってほしいとか、ここまではできるけれどもここから先をちょっと相談させてほしいとか、それをね、ギリギリになってね言ってしまったらあれですけど、ちょっとね逆算して前もって余裕があるぐらいのタイミングで早めに周りにそれをお知らせしておく。そうすると逆に、この方はちゃんと逆算して周りのことも考えた上で SOS を出してくれたんだなっていう風に逆に評価が上がりますので、ギリギリまで溜め込んで結果できませんで、なんでもっと早く言ってくれなかったのとか、そっちの方がね結構最悪。ね、自分で全部溜め込みすぎてパフォーマンス力を落とすよりも、やはり周囲の協力も得ながらご自身の最大限のパフォーマンスを生かした方が、みんな気持ちよくね、仕事ができたりするかなと思いますね。あとは
甘えるのが苦手っていうことなんですが、ずっと一人で抱え込んできてしまったのかなと思います。なので、せめてこちらのクリニックにいらっしゃった時ぐらいは、もう本当にグダグダなご自身だったり、本当はこんなことを普段言わないけどみたいな、そういう素の部分を出したり甘えたりしていただいて、なるべく素のあなたを見たいなと私は思っています。なかなかね、甘えたりができないっていうのは、性格的な部分だったり、ちっちゃい頃からもねそうだったりってあるんですが、身近な人に甘えるのがなかなか苦手でも、こちらにいらっしゃった時だけでもね、少しだけ肩の力を抜いていただければなと思います。自分のね嫌な部分ばっかりが目につく。それってね、結構自分自身だからこそ嫌な部分が目立って見えてしまう、だけであって、意外と周囲からの評価とは全然違ったりするんですよね。そう、自分だからね、なかなか自分の好きな部分って見えない、だから全部ダメだなみたいな風に思ってしまいがちですけど、実際はね、お世辞抜きでそんなことなかったりするっていうのが現状ですね。最後にですね、このまんまで自分は大丈夫なのかなとか思ってしまう。こちらなんですが、そもそもね、未来を不安に思えるっていうことは、その分ちゃんと今を生きてるっていうことですよね。先のことなんてどこ吹く風で何にも考えてない人もいれば、あなたのように今ちゃんとね、少しでもね将来のことを考えて、今の自分から変わりたいとか、今よりももっと飛躍したいとか、そうやって思えるっていうことは、もうそれだけでちゃんとした未来を歩もうとしているわけですから、十分あなたは頑張れている人だし、ちゃんとしている人だし、強く自分自身できちんと生きている人、私からしたら今回の問診をした限りでは、そのような真面目な方っていう印象でした。お世辞じゃないですよ。問診の結果は以上となりますが、やっぱりね、問診だけではね、あんまりちょっとすっきりしきらない部分があるかなと思います。なので、今夜のあなたの処置の方針がちょっと今決まりまして、極力ですね、あなたの頭の中から今ストレスに感じているものを、取り除いていきたいと思います。もうね、直に頭の方ちょっと触らせていただいて、多分今ストレスとかいろいろ不安な気持ちとかネガティブな思いで、多分ねだいぶ凝り固まっているかな
なと思います。でそこをですね、私の方でちょっと揉みほぐさせていただいて、でこちらでもうね、ネガティブな感情だったり、あなたにとってストレスの原因となりうる部分をもうそのまんまつまんで、投げ捨てる、あるいは食べてしまってもいいんですけど、そのようにね、可視化してストレスを外に放り出すことによってよりすっきりしていくかなと思います。意味わかんないですよね。そのまんまね、リラックスしていただいて、心と体と頭を私の方に委ねていただければと思います。よろしいですか？じゃあね、ちょっとね、頭の方見させていただいて触りますね。やっぱりね、だいぶわかりますかね、このザリザリした感じというか、なんかゴリゴリジャリジャリした感じがね、あると思います。なんか脳内で音が鳴っている。そうですよね。でこれをですね、ちょっとね、深く見ていくとね、あるんですよ、ストレス玉が。そうだな、例えばこれです。そうです、光ってます、ストレスは。これをね、こういうのね、外に投げちゃう。いらないから。食べてもいいけど、美味しくはないですね。確かに食べられても微妙ですよね。じゃやっぱりつまんじゃいましょうか。つまんで捨てちゃおう。こういうやつとかね。いっぱいある。いっぱいある。ことかもそうだし、こんな風にして治療するところあんまないですよね。あんま美味しくない。とは
ちもいいよ。もう一個あった。もう一個あった。もう一個。そうだな、やっぱ結構溜まってますね。なかなか珍しい、これくらい溜まるのは。こっちにもあっちにも、あの人にもこの人にもあげちゃえ。あなたの頭からストレスがポイッとちょっとでもなくなるようにポイッとあるかな。ちょっとなんか層が変わりましたね、頭の。よりゴリゴリしている部分に到達しました。ここが一番手強いかな。硬い音してますよね。あったあったあった。これもいらないし、あれもいらないし。ピッ、ポイント。シュパシュパ。ここはでも結構固まってはいるけど、どんどん出てきますね。取るのは楽かも。ポイ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 。こっちはなんか大丈夫かな。もうまたこっちか。なんかね、こっちあれなんですよね、ストレスの粒が結構細かくって、でも取れてはきてるか。よくここまでいろいろ貯めましたね。しかしそれくらいすごいですよ。あとはもうちょっとですね。なんとなく頭が軽くなってきた気がしますか？よかったです。これ結構私、患者様によってはね、この処置やらせてもらうんですけど、いつも自分でねこれやりながら、なんかこう猿が頭の中でこうやってなんか飲み探してるやつみたいっていつも思うんですよね。自分でね、猿もなんかこう
ういうことやるじゃないですか。こうやってピッてピッて、患者さんの頭にノミがいるとかそういうことじゃなくてですよ。これはもうね、紛れもなくストレスの玉ですからね。あとは、はいはい、私に入れちゃったらちょっとねまずいんですけどね。ちょっとたまにこうやって入れてみたりするんですよね。何もいいことないです。はい、たまにやってるぐらいで、明日またこう取るんですけどね、自分の中からこうやって。そう取っていけばいいんで別にいいんですけど、たまにちょっとね、そんな遊び心も入れながら、大丈夫かな。とはだいぶ取れてきましたね。ピュピュこれできるようになりたいですか？これ、練習したらね、できるようになりますよ。嫌いな上司の頭にそっと植え付けたい。こうやって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 ね、同じね苦しみをね、こうやってなんか植え付けてね、味合わせるのもいいかもしれないですね。まあでもね、あなたの中からね、ストレスがなくなるのが一番いいですから。誰かを恨んでもね、誰かにこう仕返しをしてもね、何も生まれないというかね。あと大丈夫かな。だいぶ取れましたね。あとこれくらいかな。見る限りないかな。あと1個だけあった。これか。もうちょっとあったか。はい、よーし。ちょっとね、形を戻して頭の、だいぶほぐれてきたかなという感じはします。ちょっとね、柔軟性も良くしたりしておきますね。はい、お疲れ様でした。大丈夫ですか？痛みとかがあるような処置ではないので、大丈夫かなとは思うんですけれども、今日はね、ちょっとね、このまんまゆっくり目を閉じていただいて、少しこちらで休んでから、お家の方に戻ってください。やはりストレスとはいえ、長年抱えてきたものを無理やり今引き剥がした状態になりますので、逆にね、ちょっと疲れが出る場合がございます。ですので、お時間が来たら私の方でほ
起こさせてもらうので、何の心配もなくこちらで少し眠ってから帰られてください。それでは本日も